ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国広東省の深センだ。今回は深センから北京まで寝台高速列車に乗車するぜ。中国の寝台高速列車については以前にも紹介しているよね。そうだな。中国では遠く離れた大都市間を結ぶ寝台高速列車は珍しくなく、北京上海間、上海広州間などの重要幹線では1日3本程度の夜行高速列車が運行されている。夜行高速列車は寝台設備を備えた専用の形式で運行されており、CRH1E、CRH2E、CR400AFAE などの種類があるぜ。E2 系から派生した形式もいるね。今回乗車するのはその中でも中国全土でたった3編成しか存在しない激レア車両だ。しかも、他の寝台高速列車とは全く異なる内装の、唯一無二の存在なんだぜ。どんな車両なのか気になるね。早速乗りに行こう。深セン北駅は2011年に開業した深セン最大のターミナル駅だ。20面20線の巨大駅で、駅舎も超巨大だ。早速中に入ってみよう。待合スペースも広大だね。多数のレストランやカフェがあるし、軍人専用の待合スペースといった日本にはない設備もある。深セン北駅には3路線の地下鉄が通っていて、ガラスの壁を通して6号線の列車が発着する様子を見ることができるぜ。地下ホームに国鉄線、待合スペース上に都市鉄道が走っている様子はクアラルンプールのケールセントラル駅にちょっと似てるね。駅が広すぎるのでホームまでたどり着くのも一苦労だ。電光掲示板で改札口の番号を確認し、ずらりと並んだ改札口から探さないといけないぜ。空港で飛行機に乗るのに近い感覚だね。改札が始まったのでホームに進もう。中国の鉄道は乗客を ID で管理しており、身分証だけ読み取らせれば改札を通れる。改札機が中国の身分証しか対応していなくて困ることがあるのだが、深センは外国人が多いからか、この駅の改札機は全てパスポート対応のようだ。エスカレーターを降りると乗車する列車が待機している。窓が2段になっているんだね。2階建て車両なのかな？ 2 階建てというわけではないのだが、2段ベッドなので窓も2段になっているんだぜ。この形式は E2 系から派生した夜行仕様高速列車、CRH2E。中でも3編成しか存在しない特別仕様編成だ。CRH2E は通常、E2 系の車体形状に吊り目ライトを取り付けたデザインなのだが、2017年に製造された3編成は内外装ともにデザインが大幅に変更された特別仕様で、寝台が縦向きに配置されていることから、CRH2E 縦向き寝台と呼ばれている。CRH2E 縦向き寝台車は3編成とも北京に配置されていて、現在は主に北京深セン間で運行されているんだぜ。中国全土で3編成しかいないならなかなかのレア車両だね。そうだな。通常の CRH2E とどのように違うのか見ていこう。運転台周りは E2 系とは似ても似つかない形状をしている。ライトと運転台周りが黒でまとめられた高速列車としては王道のデザインでなかなかかっこいい。サンダーバードの683系にちょっと似てるね。同時期に製造された E2 系の高知寒冷地仕様、CRH2G とほぼ同じ顔だぜ。この車両については詳しく解説した過去動画があるから興味が湧いた人はぜひ見てみてほしい。CRH2G も内陸の方でしか走っていない少数派の形式だから、この顔の車両はみんなレアキャラなんだね。ちなみに、CRH2G と同じ外見で通常型寝台の CRH2ENG という形式もあるのだが、これは温暖地仕様が1編成、高地寒冷地仕様が1編成の合計2編成しか存在しない超激レア車両だぜ。CRH2ENG は2編成とも新線に配属されているみたいだね。今回乗車する CRH2E 縦向き寝台編成はなんといっても側面のデザインが特徴的だ。車両は縦に大きく窓が上下2段あり、一見すると2階建て車両のようだ。上下の窓周りの黒のラインは優先系の先頭車で綺麗にまとまっている。車両中央に中国鉄路のマークがついているのがおしゃれだね。今回乗車する列車は深セン北発、北京西行きの D902 次だ。一晩で2400キロを走破する超長距離列車だぜ。車内に入ってみよう。車内はこんな感じ。中央に通路があり左右に2段ベッドが並んでいる。ベッドの配置が複雑でどうなっているのかよくわからないね。一見するとわかりにくいが、ベッドは通路側と窓側の2列で配置されていて、通路側と窓側は前後にずれているぜ。通路側寝台はこんな感じ。下段、上段ともにスペースは広く、窮屈さを感じさせないデザインだ。窓側寝台はこんな感じ。はしごがついた通路スペースの奥に2段ベッドがある。ベッドは通路から見て奥まった位置にあり隠せるホテルっぽいぜ。こういう隠れ家っぽい空間っていいよね。今回乗車するのは上段の窓側の寝台。寝台が千鳥配置になっている関係で、ベッドは完全な長方形ではなく、足元はすぼまった形になっている。通路側には机があり、この部分が後ろの通路側寝台の足元スペースに相当するぜ。飛行機のビジネスクラスのようにスペースを無駄なく活用していることがわかるね。足元は少し窮屈だが、枕元のスペースは広い。
背もたれ部分にクッションがついているので、座ってくつろぐこともできるぜ。なかなか快適な空間だね。始発駅なので当然ではあるが理念は交換されており、綺麗な状態だ。この車両自体、2017年製なのでピカピカの新車というわけではないが、車内はよく清掃されて綺麗な状態を保っている。各寝台にコンセントがついていて、寝ている間にスマホの充電が可能だ。寝台の照明は各部屋でオンオフが可能で、読書灯も設置されている。カーテンを閉めたら完全なプライベート空間になるぜ。窓側寝台は廊下から少し離れているのもあって落ち着けるね。上段は高い位置にあるが、入り口は狭いので落っこちる心配はないぜ。ちなみに、上段と下段では料金が異なり、深セン北から北京西までの料金は下段が950元、上段が860元だぜ。下段の方がだいぶ料金が高いんだね。今乗車している CRH2 縦向き寝台仕様以外の夜行高速列車は、16両編成のうち前後1両ずつが2等座席、中間の14両が4人個室の寝台という内装が一般的だが、この列車は座席車がなく、16両すべてが寝台車だ。4人個室寝台の場合、1両あたりの定員は40人なのに対し、縦向き開放寝台の定員は60人と、輸送力が大幅に増加しているんだぜ。プライベート空間と大量輸送を両立しているんだね。発車前に軽食が配られた。袋には CR400AF と天板が描かれているぜ。北京所属の編成だから天板のデザインなんだね。中にはお菓子や歯ブラシなどの夜行旅グッズが入っている。中国鋼鉄で配られる軽食はちょっと癖の強い品々が多いのだが、今回も謎のドライフルーツなどの珍しいお菓子が入っている。アメニテについては、水でふやけるインスタントタオルが入っているのが面白い。ちなみに、この車両にはシャワーの設備はない。CRH2 に限らず、中国の列車には普通、シャワーはないぜ。シャワーは出発前に浴びておきたいね。18時24分、列車は帝国通り深セン北駅を出発した。寝台で後ろ向きに進んでいくのはなんだか違和感があるね。そうだな。縦向き寝台は進行方向に関わらず頭側、足側が決まっているのだ。ただし、中国の高速列車は加速がゆっくりなので、走り始めるとすぐに違和感はなくなるぜ。この列車は D902 時、深セン北発北京西行きだ。途中の停車駅は東関、広州北、石化荘だ。広州には19時46分、石化荘には翌朝5時7分、終点の北京西には6時32分に到着予定だ。広東省内では停車駅が多いけど、深夜帯に通る大都市の調査、武漢、鄭州には停車しないんだね。そうだな。D902 時は広東省と北京河北省を直接結ぶ列車なのだ。走行距離は約2400キロ。鹿児島中央、新函館北斗間に相当する距離だぜ。北京まで12時間もかかるから睡眠時間はたっぷりあるね。寝台高速列車には売店もある。早速行ってみよう。売店にはお菓子や飲み物からパンダのぬいぐるみ、鉄道模型まで色々なものが置いてある。もちろん食事もあり、数種類の弁当がある。メニューは高級料理店のような冊子だ。実際には普通の高速鉄道と同じレンチンの弁当だが、写真が美味しそうでテンションが上がるぜ。弁当のレンジを待つ間に売店の奥を覗いてみた。この列車は16両中15両は開放寝台だが、実は売店がある11号車だけは個室寝台なのだ。個室寝台は各部屋に窓が1つ。外から見ると11号車だけ上段に窓がないことがわかる。この5部屋の個室寝台の切符は通常販売されておらず、乗務員の休憩スペースまたは要人用の部屋なんだと思うぜ。予約サイトに表示されない秘密の部屋、興味が湧くね。以前に乗車した寝台新幹線、CRH1E にも切符が販売されない豪華寝台があるし、中国の幹線を走る列車には、しばしば謎めいた設備があるんだぜ。食堂車はないので弁当は自分の寝台で食べることになるが、小さい机のようなスペースがあるので特に問題ないぜ。机はちょうど弁当を置けるサイズだし、柵がついていて落下しないようになっているんだね。なかなかよくできたデザインだ。今回購入したのは四川料理のラーズジー弁当。唐辛子と炒めた鶏肉の他にもたっぷりの白米、野菜2種も入っていて、満足な内容だ。味も普通に美味しかったぜ。売店に初めて見るビールがあったので弁当と同時に購入してみた。ただならぬ雰囲気のデザインで値段もちょっと高いこのビール、チンタオビール社の高級ブランドのようだ。中国版のプレモルみたいなものかな？中国のビールらしくない濃厚な味で美味しかったぜ。寝転びながらビールを飲める夜行列車、いいね。深セン北を出発後1時間20分、列車は広州駅に到着した。深セン、広州間は早い列車なら30分ほどで駆け抜ける区間なので、この列車はかなりゆっくり走行しているぜ。広州駅はちょっと古そうな駅だね。広州駅は都心にある古い駅だ。
他に甲州南駅という郊外の巨大ターミナル駅があり、高速列車は主にこちらを発着する。一本前の寝台高速列車は甲州南を経由するのだが、D904 次は甲州駅経由だ。乗客の利便性のためにあえて甲州都心の駅に寄っているように思われるぜ。この駅から乗り込む乗客は多いみたいだね。そうだな。甲州駅では9分ほど停車するぜ。夜も更けてカーテンが閉まった寝台が多くなっていった。列車は時速200キロ程度で湖南省南部を走行中。この列車にはデッキと寝台スペースを仕切るドアがないのだが、驚くほど車内は静かだ。これなら熟睡できそうだね。翌朝5時、列車は河北省の省都石化層に到着した。北京まではあと300キロ弱だ。中国南部では見かけない形式の CRH5 が現れ、北に来たことを実感するぜ。深セン北を出発してから約12時間、列車は終点の北京西駅に到着した。中国唯一の開放寝台高速列車、素晴らしい乗車体験だった。特に、デッキを省略しているにもかかわらず普通に寝れるほど静粛性が高いことには驚かされた。居住性も良く定員も多いならこの内装が寝台高速列車のスタンダードになっても良さそうだが、実際には縦向き寝台車両の製造はたった3編成で終了し、以後に製造された寝台高速列車は全て従来型の個室寝台だ。おそらく利用者目線では気づかない、何らかの運用上の問題点があり、本格採用に至らなかったのだろう。多分、大型荷物用のスペースが少ない、個室寝台より理念交換に手間がかかる、車両重量が増え線路への負担が大きいあたりが主な問題点なのだと思うぜ。3編成しかないレア車両なら出会うのは大変そうだね。この列車は現在、北京西、深セン北間の901、902時だけを担当している。D901、902時は金土日月曜限定の列車で、運行されない曜日もあるので注意してほしいぜ。2000キロ以上も北上したため乗車時とは気候も全く異なる。深センの気温は28度だったが、今の北京は7度だぜ。事前に上着を準備しないといけないね。向かい側には CRH2E 初期車が停車中だ。CRH2E の前面形状は E2 系と同じで、吊り目ライトがついている。先頭車の窓は E2 系と同じ横長だが、2両目以降は個室寝台に対応した正方形だぜ。さっきまで乗っていた車両と同じ形式とは思えないね。この列車は到着したばかりの樹海発北京西行き D924 時。今回乗車した列車と同じ広東省から北京までを走行する列車だぜ。同じルートの少し前を走ってたんだね。北京西駅近くの立橋で車庫に入っていく CRH2E を見送ることができた。夜の運用までは車庫で待機だね。今回の動画はここまで。このチャンネルでは他にも中国の鉄道についての動画をたくさん上げているから、興味が湧いた人はぜひ見てみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。